どんなおやつが好きですか？最近ハマっているおやつがあればぜひ教えてください。2つあります。多分1週間に3回くらい食べます。ほのかさんがおすすめする勉強方法はありますか？みんながどんな風に勉強しているのかも気になります。私が一番大切だと思うのは、猫ちゃんが顔を洗うと雨が降る。今日は梅雨についてお話しします。雨の日本語、雨の効果、雨の日の過ごし方、この3つについてお話しします。そして後半にはリスナーさんのお手紙を紹介するお便りコーナーがあります。好きなおやつ、日本語の勉強方法、この2つについてお答えしています。皆さんの好きなところから聞いてみてください。皆さんこんにちは。ほのぼの日本語ポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。ぜひ日本語のリスニングやシャドーイング、日本語の勉強に役立てていただけたら嬉しいです。それからオンラインで日本語レッスンもしております。もっと日本語を話せるようになりたいよ、将来日本で住んでみたい、日本で生活してみたい、働いてみたい、そんな風に思っている方がいらっしゃいましたら、動画の説明欄に日本語レッスンの案内がありますので、よかったらチェックしてみてください。さて、早速今日のお話をしていきます。今日のお話は日本の梅雨です。日本の梅雨です。梅雨っていうのはレイニーシーズンのことですね。雨が降る季節のことですね。日本では梅雨はだいたい6月から7月にかけてやってきます。地域によって少し時期はずれますが、だいたい6月の中旬から7月の半ばあたりまで約1ヶ月間、雨の降る日が多くなります。もちろん毎日ずっと降ってるわけではなくて、晴れる日もあります。そこで今日はそんな梅雨の季節にちなんで、雨の日本語、雨の効果、雨の日の過ごし方、この3つについてお話ししていこうと思います。雨と猫の面白い関係もお話ししますので、ぜひ、ゆっくり楽しく聞いていただけたらと思います。じゃあまず1つ目の雨の日本語ですが、皆さんが雨の日本語で知っているものは何ですか？日本語には雨の強さや様子を表す言葉がいろいろありますよね。今日はよく使う4つの雨の言葉を紹介しようと思います。まず1つ目はポツポツとパラパラです。ポツポツは雨の降り始めた時によく使う言葉です。空から小さな雨の粒が、時間をかけてポツポツと落ちてくるイメージです。肌に当たって初めて雨が降ってきたかなと気づくような、そんな時に使います。傘を差そうか差さないか迷うくらいの弱い雨の時に使います。ポツポツ。はい。そこから少し雨の粒が大きくなって、スピードも速くなってきた時に、パラパラに変わります。傘を差した時に雨が傘に当たって、頭の上でパチパチ、パラパラ、そんな小さな音がする時にパラパラと言います。乾いた地面に濃い色の雨の水玉模様が広がっていたりする、そんな景色の時はパラパラって言いますね。じゃあ次、2つ目はしとしとです。これは日本の梅雨の時期によくある静かにずっと降り続けている雨のことです。強くなるわけでもなくて、かといって止む気配もない雨です。風もなくて静かな世界の中で、細かい霧みたいな雨が景色を優しく濡らしていく、そんなどこか落ち着いた雰囲気がある、
少し寂しいような上品な雨の時にしとしとと言います。そうですね、静かな雨のことをしとしとと言いますね。はい、最後はザーザーです。ザーザー。これはしっかり強い雨がたくさん降っている時に使います。例えば傘を差しているのに服やカバン、靴が濡れてしまったり、外を歩いていると足元に大きな水たまりがいくつもできていたり、あとは車のワイパーを早く動かしても前が見えにくくなるとき、そんな勢いのある雨のことを、ザーザーと表現します。部屋の中にいるときに外からザーっていう激しい雨の音が聞こえるとき、外は雨がザーザー降ってるね、そんな感じで使います。まとめると、まだ傘を差そうか迷うくらいの時はポツポツ、ちょっと粒が大きくなってきて、雨の粒が大きくなってきて音が鳴り出したらパラパラで、梅雨の時期によくある静かにずっと降り続いている雨はしとしとで、傘を差しても濡れてしまうくらいしっかり強く降る雨ならザーザーと言います。ちなみにこの4つのポツポツ、パラパラ、しとしと、ザラザラを雨の強さの順番で並べると、降るか降らないかのポツポツから始まって音が立ち始めるパラパラ、静かにしっかり降り続くしとしとで、一番激しいザーザーの順番になります。ポツポツ、パラパラ、しとしと、ザーザー。はい。もちろんこれは感覚的なものだから、人によってどの言葉を、使うのかはちょっとずつ変わってきます。私がポツポツかなって思っていても、別の人はパラパラかもしれないし、私がしとしとの雨だなって思っていても、別の人はザーザーかもしれません。ポツポツ、パラパラ、しとしと、ザーザー。ね、同じ雨でもいろんな言い方がありますね。面白いですよね。皆さん、違いが分かりましたでしょうか？はい。ところで皆さんは、雨という漢字の成り立ちについてご存知でしょうか？改めて雨という漢字をよく見てみてください。実はこの漢字、一番上にある横棒が空を表しています。で、その下にある箱のような形はこれ巻き構えって言うんですけど、これは雲です。で、その中にある箱の中にある4つの点々は雨の粒を表現しています。空から雨の雫が降ってくる様子がそのまま漢字になっています。面白いですよね。漢字そのものが雨が降っている景色だって知ったら、この雨という漢字をもっと簡単に覚えられる気がしますよね。じゃあ次は雨の効果についてお話しします。皆さんは雨って好きですか？服や靴が濡れるから好きじゃないなとか、傘を差すのがめんどくさくて嫌だなとか、そんな理由で雨があまり好きではない人もいるかもしれません。ですが雨にはとてもいい効果があります。今日は雨の2つの効果を紹介しようと思います。まず1つ目がリラックス効果です。皆さんは雨の音を聞いてるとなんだか心が落ち着いたり、眠くなったりした経験はありませんか？雨の音には F 分の1揺らぎ
と呼ばれる特別なリズムがあります。この F 分の1揺らぎは人間にとってとても心地の良いリズムです。この F 分の1揺らぎって自然界の中にたくさんあって、例えばサラサラという川のせせらぎの音とか、ザザーンっていう海の波の音とか、あとは小鳥のさえずり、小鳥の声とか、それからキャンドルの炎がゆらゆら揺れるリズムも F 分の1揺らぎです。完全に規則正しいリズム、一定のリズムではないんですけど、メトロノームみたいに一定のリズムではないんですけど、かといって完全にバラバラでもない、そんなリズムのことです。この F 分の1揺らぎは私たちの心をほっとさせてくれます。なぜならこの音を聞くと私たちの脳の中に今すごくリラックスしてるなというリラックスのサイン、アルファ波がたくさん出るからです。アルファ波がたくさん出るからです。だから雨の日に、落ち着いたり眠くなるのは雨の音がこの F 分の1揺らぎのリズムを持っているからなんですね。はい。次、2つ目の雨の効果は集中力が高くなることです。面白い研究がいくつかあるので紹介しますね。まずは2012年のアメリカのハーバードビジネススクールの研究チームの研究です。はい、日本の銀行員のデータを分析した結果、晴れの日よりも雨の日の方が、仕事の生産性っていうのは仕事の進み具合とか、効率とかのことですね。その生産性が高くなるということが分かりました。晴れの時よりも雨が降っている時の方が仕事の効率が上がることが分かりました。研究者さんたちはこんな風に説明しています。晴れの日には外に出かけたいな、遊びに行きたいなという気持ちになりやすいけれど、雨の日は外の誘惑が自然と減る。だから目の前の仕事に集中しやすくなる。こんな風に言っています。確かに雨の日って外での行動が制限されるから、じゃあもう今日はおとなしく家で過ごそうっていう気持ちになりますよね。はい。さらにもう一つ、2018年にイタリアのミラノ美国家大学が行った実験もあります。大学生50人を集めて実験をしました。その大学生たちは雨の音、クラシック音楽、そして完全に無音、静かな部屋の3つの環境で難しい計算問題を解きました。すると静かな無音の時よりも雨の音や音楽を聴いている時の方が点数が高くなったり、計算するスピードが、アップしました。特に外交的な性格な人ほど雨の音を聞いている時に計算スピードが上がったそうです。研究者さんたちは雨の音みたいな予測しやすいリズム、雨みたいな自然な音は、脳をちょうどよく刺激してくれる。だから退屈しないでずっと集中できると言っています。ただこれらの研究は雨の音を聞けば誰でも絶対に集中力が上がると証明したわけではないです。もちろん雨の効果には、個人差があります。全員に同じ効果があるわけではありません。
雨の日になるとなんだか眠いなって思ったり、やる気が出ないなとか、頭が重いなと感じる人もいますよね。はい、いかがでしたでしょうか。雨には心を癒すヒーリング効果もあれば、人によっては集中力をぐっと高めてくれる効果もあるんですね。雨ってちょっとなんか嫌だなっていう、そういうネガティブなイメージを持ちがちですけど、雨にもとってもいい効果があるんだなって思うと、なんか雨が好きになれる気がしますね。もし次雨が降った時は、今日はリラックスして作業に集中できる、そんな日だってちょっと明るく思えてきますね。はい、最後は雨の過ごし方についてお話ししようと思います。皆さんは雨の日ってどんな風に過ごしていますか？雨の日って晴れの日とは違ってやっぱり外で活動するよりも家の中で過ごすことが多くなりますよね。私も雨の日は、外に出かけるよりも家の中で過ごすことがほとんどですね。晴れてても家の中で過ごすことが多いんですけど、じゃあ私が雨の日にどんなことをするのかと言いますと、一番は読書ですね。先ほど雨の効果でもお話ししたように、雨の日には集中力を高める効果やリラックス効果がありますから、本を読むには最高のシチュエーション、最高のタイミングだと思います。だから私もとても集中して雨の日は本を読むことができます。はい、ここで皆さんに四字熟語を一つ紹介しようと思います。四字熟語ね。それは、晴耕雨読です。晴耕雨読。晴耕雨読です。はい。聞いたことがありますでしょうか。晴耕雨読の晴は晴れの日。耕は畑を耕すこと。で、雨は雨の日。読は本を読むことです。だから晴耕雨読の意味は、晴れた日は外に出て畑を耕して畑仕事をして、雨の日は家の中で読書をするという意味です。面白い言葉ですよね。晴れた日は外に行って、雨の日は家の中で過ごす、ね。科学が発展するずっと前から昔の人って雨の日は家で集中して本を読むのがいいで、本能的に、知っていた、分かっていたのかもしれませんね。もちろん現代に生きる私たちは雨が降っているからといって仕事を休むわけにはいきませんよね。学校や会社へ行きますよね。雨が降っていたからといって。でも、天気に合わせて自分の行動を変えることって、それって実は人間にとって一番自然で人間本来の生き方なのかなと思いました。ちなみに言い伝えの一つに、猫ちゃんが顔を洗うと雨が降るというものがあります。これは江戸時代から伝わる、生活の知恵、ことわざのようなものです。猫が前足で、顔を撫でるようにして毛づくろいをしていると、もうすぐ雨が降るサインだよという意味です。どうして猫で天気予報ができるのと思いますよね。なんで猫が顔を洗うと雨が降ると言われているのか、いくつかの理由があります。まず一つ目は、
猫のひげです。猫のひげです。雨が降る前って空気の中の湿度が高くなります。そうすると猫のひげが水分を吸って少し重くなります。猫ちゃんはその重くなったひげをなんか嫌だな、なんか変だなって思って、一生懸命に顔を洗うそうです。で、2つ目は小さな虫たちの動きです。湿度が高くなると猫の体に隠れているノミとかそういう小さい虫が元気になります。それで元気になるから虫たちが猫ちゃんの体で元気になるから猫ちゃんはなんだかかゆいなって思ってゴシゴシと顔をこすってしまう。顔を洗うそうです。で、3つ目の理由は猫が顔を洗う理由は気圧の変化です。雨の前は気圧が下がりますよね。猫はこの気圧の変化を敏感に感じて少し不安になったりストレスを感じたりすることがあります。そんな時に自分を落ち着かせようとして一生懸命に毛づくろいをする、顔を洗うのではないかと考えられています。はいね、いろんな理由をお話ししましたが、もちろん猫ってご飯を食べた後も顔を洗うし、朝起きたばかりの時も猫ちゃんよく顔をこうゴシゴシこすって洗ってますよね。だからこの行動があったからといって、絶対に雨が降るわけではないですよね。猫が顔を洗うと雨が降る。まだ天気予報がない時代に昔の人が猫の動きを観察して生まれた言葉なのかなと思うと、なんだかとても可愛く思えてきますよね。すごく可愛らしい生活の知恵だと思います。ところでうちの猫ちゃんたちは雨の日はよく寝ています。前足で顔を上手に隠して丸くなって寝ていることが多いです。晴れの日は窓の近くで外を眺めたり日向ぼっこをしていたりしますが、雨の日は布団の中とか猫のチグラ、猫の家の中とか猫ハウスの中とかソファーの上とかで丸くなって猫団子になっています。そんな丸まっている猫ちゃんたちのスースーっていう寝息を聞くと、私もいつの間にか眠くなってきてしまって一緒に寝てしまいます。猫ちゃんの催眠術にかかってしまいます猫ちゃんのこの行動ってこれこそまさに晴耕雨読ですよね。晴れの日はニャルソック、猫パトロールをして、雨の日は寝る。猫ちゃんは自然のリズムに合わせた本来の生き方を教えてくれますね。生きた教科書ですよね。私の先生ですね。はい。はい。というわけで今日は、雨の日本語、雨の効果、そして雨の日の過ごし方や雨の日の猫ちゃんのお話などなどいろいろお話ししました。どうでしたでしょうか？面白かったですか？皆さんは雨の日どんなことをして過ごすのが好きですか？私は雨の日はこんなことしていますよ。うちのワンちゃん、猫ちゃんも雨の日はこんな風に過ごしますよといった、皆さんの雨の日の、過ごし方をぜひ教えていただけたらと思います。お待ちしております。はい、ここからは皆さんからいただいた質問、疑問、お悩み、嬉しかったこと、楽しかったことにお答えするお便りコーナーです。まず一つ目のお便りから紹介します。
一つ目はイギリスにお住まいのペンネーム K さんからです。ほのかさん、こんにちは。いつも楽しくポッドキャストを聞いています。毎日日本語の勉強を頑張っていますが、疲れた時は甘いおやつを食べるのが一番の楽しみです。ほのかさんはどんなおやつが好きですか？最近ハマっているおやつがあればぜひ教えてください。ケイさん、いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。勉強の合間のおやつね、最高ですよね。チョコとかね、甘くてすごく元気をもらえますよね。そうですね。私が最近ハマっているおやつは2つあります。まず1つ目はホットケーキです。最近私はホットケーキを作って食べることにハマっています。多分1週間に3回くらい食べます。材料は玄米粉 100g、牛乳 70g、卵1個、それからシナモンも入れます。玄米粉っていうのは白いお米になる前の茶色のお米の粉ですね。私は小麦粉じゃなくて、米粉をよく使います。なんでかっていうと、小麦粉を食べると、肌にニキビができやすい、肌荒れしやすいので、なのでグルテンフリーの米粉を使うことが多いです。あとは大豆でできた粉とかもよく使います。お米の粉だからホットケーキの食感がとてももちもちしてます。だからその食感がとても美味しくて好きです。トッピングは蜂蜜、シンプルに蜂蜜だけをかけます。時々バナナとかブルーベリーとかも一緒にお皿によそります。この私のホットケーキブームはいつまで続くかわからないんですけど、多分あと 2,3 ヶ月は続く気がします。はい。そしてもう一つハマっているおやつは、ポップコーンです。ポップコーン。はい。ポップコーンって軽いし、食べていてちょっと罪悪感が少ないですよね。なので私よく食べてしまいます。美味しいしね。ポップコーンにはいろんな味がありますよね。例えば塩とかバターとか、あと醤油とか、キャラメルとかね、いろんな味がありますよね。最近私はお気に入りの味を見つけました。何味だと思いますか？はい、それは梅味のポップコーンです。梅干しの味です。皆さんは梅干しって食べたことがありますか？酸っぱくて食べると目をつぶってしまう食べ物です。食べると顔の全部のパーツ、目も鼻も口も耳もほっぺたも全部が顔の中心にギュッて集まるような味ですね。梅味。はい。その梅味のポップコーンに私はハマっています。酸っぱくて癖になる味です。はい。本当に美味しいです。期間限定で売っていて、だいたい春から夏にかけて、スーパーとかコンビニとかで売っています。最近スーパーに行った時にはわさび味のポップコーンも見ました。これも食べてみたんですけど、とても美味しかったです。ちょっと辛いんですけど癖になる味でした。はい。ということで、私が最近ハマっているおやつは、ホットケーキとポップコーンです。はい。皆さんはどんなおやつをよく食べますか？ハマっているおやつは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それからホットケーキの美味しいトッピングがあればぜひおすすめしてください。はい。ケイさん、お便りありがとうございました。さて、
続いて2つ目のお便りを紹介します。台湾にお住まいのティーンさんからいただいたメッセージです。ほのかさん、こんにちは。私は今日本語を独学で勉強しています。でも時々自分の勉強方法で合っているのかなと不安になります。世の中にはいろいろな勉強方法がありますが、ほのかさんがおすすめする勉強方法はありますか？みんながどんな風に勉強しているのかも気になります。はい、ティンさん、お便りありがとうございます。自分で新しい言葉を勉強するのって本当に素晴らしいことですし、この方法でいいのかなっていう不安になる気持ち、よくわかります。日本語だけじゃないけど、語学の勉強方法って、言語の勉強方法って本当にたくさんいろいろありますよね。例えば今皆さんがしてくださっているように、ラジオとかポッドキャストを繰り返し聞いて耳を鳴らすのもいい勉強方法ですよね。あとは聞きながら話している人の真似をして発音をして発声する、そういうシャドーイングもいい方法ですよね。自然なイントネーションとかスピードを身につけるのにとても効果がありますよね。それからその日にあったことを短い日本語で日記を書くっていうのもいい勉強方法だと思います。日記を書くっていうのは自分の頭の中にある言葉を外に出す、アウトプットするのにすごくいい練習になると思います。書きながらわからない言葉とか表現があったらそこで調べるから、新しい単語を覚えるのにも役に立ちますよね。こんなありきたりな方法なんですけど、私が一番大切だと思うのは、やっぱり自分が一番楽しいとかワクワクすると思える方法で勉強をやることだと思っています。なんでかっていうと、どれだけ効果がある勉強方法って分かっていても、自分がつまらないな、辛いな、楽しくないわって感じるものはどうしても長く続けることができませんよね。それよりもアニメが好きならアニメを見るとか、書くのが好きなら日記を書くとか、そんな風に自分が好きな方法で毎日少しずつでも、楽しく続けることが一番の近道なんじゃないかなと思っています。ありきたりな答えになってしまったんですけど、ティーンさんの参考になったら嬉しいです。ちなみに今このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんはどんな方法で日本語を勉強しますか？私は毎日日記を書いているよとか、シャドーイングをしているよとか、皆さんがやっているお気に入りの勉強方法をぜひコメント欄でシェアして、お互いに教え合ってみてくださいね。はい、ティンさん、お便りありがとうございました。この番組では日本語を勉強している皆さんからのお便りを募集しております。今回のように好きなおやつのこととか、日本語の勉強の方法とか、皆さんの最近あった何気ない出来事などなど、何でも日本語で送ってください。皆さんのメッセージ一つずつ大切に読んでおります。メッセージの応募フォームはこの動画の説明欄のリンクから送ってください。皆様からのお便り、メッセージ楽しみにお待ちしております。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。皆様、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか？いいねやハイプ、コメントがいただけるととても元気になります。そして私とお話ししてみたいよ、日本で働いてみたいよ、そういう方がいらっしゃいましたら、動画の説明欄にある日本語レッスンを、チェックしてみてください。ではでは、今日も最後まで聞いてくださり
本当にありがとうございました。皆様の一日が素敵なものになりますように。はい、バイバイ、またね。ありがとうございました。